皆さん、ちょっと深呼吸をしましょう。私もジョアン・ロー氏と同じくマイナス面ばかりに目を向ける悲観主義者と呼ばれることがあります。でも私が言いたいことのすべては、私たちが望む未来にたどり着くにはどうしたらいいのかということ、それが私の望みです。私が関わった映画、資本監視主義、監視資本主義で多くの皆さんがご存知のように、本当に善意のある私の友達、文字通り大学時代の友人であったり、善良な人間が関わっているこのテクノロジー。私は彼らの誕生日に行ったり、インスタグラムの共同創設者には妻になる人を私が紹介したんです。彼らは最高に素敵な人間であるかもしれません。でも彼らの作るテクノロジーが着地するシステムが私たちの望む未来をもたらすとは限らないんです。問題はここにいる人すべて、そしてテクノロジーを作り出すすべての人も実際に望む良き未来をどうしたらたどり着けるのかということです。その問いに答えるために、私たちは最近ウォーレン・バフェットのビジネスパートナーであるチャーリー・マンガーの言葉、インセンティブを表示すれば結果を出してみせるをよく言っています。インセンティブというのはビジネスモデルのことです。動機は何か、何を最適化するのか、指標は何かなど。SNS の問題は多くの人が知っているように、SNS ではポジティブなことも起こっているのですが、いずれもそのインセンティブはアテンション、つまり私たちの注意を獲得することです。ではなぜ AI の話をする文脈で SNS の話をするのでしょうか。それが私たちの今日の問題だからです。SNS は人類史上最大の AI との最初の接触だと考えることができます。というのも、子どもたちが TikTok を開いて指をスライドすると、世界最大級のスーパーコンピューターが起動し、TikTok で見られる何百万もの動画の中から予測、計算が行います。この動画を見せると1時間滞在してもらえるから、この動画を見せますというふうになるわけです。この比較的単純な AI はキュレーション AI という人類の鼓膜や眼球に触れるメディア、画像、テキストを選んで集めるだけです。この SNS という AI のファーストコンタクトの結果はどうなったか。私たちの負けです。だからといって驚くようなことがたくさん踊るわけではありません。なぜ負けたかというと、やはり優秀な人たちがそれに取り組んで、誰もが知っているアプリを使って自分たちのストーリーを語っていたからです。私たちが自分に語ったストーリーとは、SNS によってみんなに声を届け、友達とつながり、中小企業はこれまで以上に効率的に顧客にアプローチできるようになる、そういうストーリーです。これらは全て真実であり、間違ってはいません。ところで、Wisdom 2.0 のコミュニティは私の大好きなコミュニティの一つで、私の仕事は何年も前にこのコミュニティで生まれたようなものです。ですから、いつもこの場で話せることは大変ありがたく感じています。というのは、皆さんがここに来てくれる理由は私の仕事の原動力になっているのと同じだからです。自分のストーリーに疑問を投げかけるバイロン・ケイティのワークをご存知の方いますか？SNS についても自分自身に言い聞かせるストーリーがあるわけですが、そのストーリーの根底にある症状も表面化し始めました。中毒性の問題、偽情報、メンタルヘルスの悪化、社会の分断など。しかし、偽情報の問題は SNS だけの問題でしょうか？中毒性は SNS だけの問題か、社会の分断も SNS だけの問題でしょうか、それともチャーリー・マンダガーが言ったように報酬システム、インセンシティブによって2013年から始まった注意の取り合い、脳幹への底への取り合い、この競争によって全ての人が動かされているでしょうか。ますます SNS に依存し、注意散漫になり分断し、ナルシスティックになり、セックスに気を取られ、不眠で不安で孤独な社会になるということもできたでしょう。それを望むからではなく、ビジネス的インセンティブがそうさせるんです。まるで目に見えないブラックホールのように人間の行動はそれらに誘惑されて吸い込まれていくのです。そしてそれが生み出したのが、私たちが SNS の最初の概の最初のコンタクト、接触、つまり AI との最初
との接触でした。これらの害がインフルエンサーカルチャーです。インフルエンサーになりたがる12歳がいるわけですが、これは偶然ではなく、インフルエンサーになりたがる12歳の方が外で友達と遊んだり、野球をしたり、趣味を習ったり、楽器を習ったりしている12歳よりもビジネスにとって役立つからです。このようにストーリーではなく、インセンティブを見るというシンプルなツールによって未来は予測できます。社会やシステムがどこに向かっているか、インセンティブを見ればその結果が分かります。そして私たちの注意を取り合う競争は、社会の重要な生命児システムを陥れます。子どもたちの発達も行われます。なぜなら、13歳、14歳の子どもたちは皆が使っている SNS を使わないわけにはいかないからです。それは選挙も罠にかけます。SNS を使わなければ選挙に勝つことはできません。ですから、多くの政治家は TikTok を禁止したがりますが、TikTok によって選挙に勝つために禁止するのは難しくなります。TikTok は今や GDP、民主主義の言論、私たちの価値観、そして国家安全保障と連動しているのです。今や中小企業は SNS なしでは顧客にリーチできません。なぜ私たちは AI とのファーストコンタクトを解決することに失敗したのか、見て見ぬふりをしていたからです。一旦そうなってしまうともう遅い。だからそうなってしまう前に皆さんは AI とのセカンドコンタクトについての問題に声を上げてほしいと私は切に願います。ファーストコンタクトのシステムのインセンティブは修正されましたか？いいえ。もし私たちがまだ直していなくても、ジョン・カバット・ジンの本のタイトルの通り、あなたがどこに行こうともそこにあなたがいる。つまりどこに行こうともこの歪んだインセンティブとともにあるのです。私たちはまだ内なるインセンティブを修正していない。システムの闇に向き合っていないのです。今、私たちは AI とのセカンドコンタクトに向かっています。それはキュレーション AI ではなく、創造と認知の AI で生成 AI とも言います。非常に重要な変化です。以前は AI のリスクについてはもっと SF 的なものと思ったのであまり心配していなかったんですけれども、しかし2017年にトランスフォーマーと呼ばれる AI 技術に基づく新しい AI が現れます。詳細は割愛しますが AI について心配しすぎという風潮に2017年まで私は完全に同意します。2017年以降、新たなテクノロジーが登場し、実際に異なる特性を持つようになりました。認知創造 AI を使えばテキストやメディアの記事、ウェブサイト、Eメール、ディープフェイク、音声、法的契約、新宗教、コード、生物学、これらを言語に基づいて操作できます。例えば、天然痘の感染しにくいバージョンが欲しい。このドナルド・トランプから彼が警察から逃げる画像を作ってほしいなど、言語をインプットさえすればいいのです。この写真見たことこの写真見たことありますか？ディープフェイクです。認知を作り出す AI、それは生成的 AI ができることは言語を操作することです。コンピューターのプログラムも言語、宗教も言語、法律も言語です。では、今回私たち自身が語っているストーリーとは、AI は私たちをより効率的にし、より早くプログラミングし、がんの治療を見つけ、気候変動を解決する。これらは全て本当、素晴らしいストーリーです。本当のストーリーです。家庭教師が欲しい。個々に合う医療が欲しい。私の愛する人がならない病院に侵されるのはごめんです。しかし、このようなストーリーの裏には害もあります。ディープフェイクを作り、民主主義を弱体化され、詐欺や犯罪を可能にするのです。さまざまな害について、さまざまな利害関係者の声があるでしょう。しかし、問題はそこなのでしょうか。それともそのような症状の裏にはもっと深い問題があるのでしょうか。それは AGI、汎用性人工知能の開発を競う企業間の競争です。オープン AI、アンソロピック、Google、マイクロソフト、Facebook、オープン AI がミッションステートメントを書き換えたように、彼らの明確な目標は基本的にできるだけ早く AGI に到達することです。つまり、誰よりも早く強力な新機能を持つためにシステムの拡大を競争しているのです。GPT-4 から GPT-5 に最短時間で到達したいというのです。そうでなければ他の企業に負けます。つまり、いち早く自社の新製品をリリースしてニューモデルに乗る。彼らはオープンソースモデルをリリースしましたが、
アラブ首長国連合がそれに乗っかり、アラブ首長国連合はファルコンをリリースしました。この新しいクラスの AI が生成 AI で生み出すものは、言語で生成できるものは何でもできるということです。膨大な量の脅迫状を生み出すことも、起こってないことの画像や音声をもうでっち上げることも、生物の自動生成、過激化の自動生成、偽の人間関係を作ることもできます。これらが AI のセカンドコンタクトに外学となるものです。生成 AI がこれまでの AI と異なるのは、第一世代とは異なり、生成 AI にはエンジニアがプログラムしなくても予測できない自発的な能力を生み出すことです。オープン AI の人が、みんな僕たちが AI を作ったりデザインしたりと思ってるけど、そんなことはしていない。僕らは AI を訓練するだけだよと言いました。そして予想もしなかった能力を飛び出してくるのです。重要な点は、投入する計算能力が高ければ高いほどそうなることです。GPT-3 は$1000万分の計算能力で訓練されたと思います。だから$1000万分の大量のチップが長い間計算し作動し続けするのを想像してほしいんです。それが GPT-3。それがそのままほとんど何も変えず、その10倍の資金と計算能力、$1億分の計算能力を投入すると GPT-4 が飛び出すわけです。ちょっと動画をお見せしましょう。下の本にある80億のパラミターに、この単語のパラミターを加えていくと、複数の質問応答の言語理解と書いてあるのわかりますか？このモデルは言語理解の算数と質問応答を行うことができます。これにチップを増やすとまとめ、プログラミング、翻訳、常識の理解、文化的ロジック、そしてついには冗談の解説もできるようになります。冗談ではありません。ジョークや画像やミームを与えて、これがこれのどこが面白いんだと伝えると、突然そのタスクも勝手にこなせるようになります。誰もプログラムをする必要はありません。どのように機能するのか、いつどのような能力を持つのかさえわからないものをどうやって管理するのでしょうか。チップを増やすだけなのです。ただ、もう一つグラフがあります。計算能力をどうなるかを示すものです。右側にペルシャ語の Q&A が飛び出しました。計算能力があり、10から24で突然ペルシャ語で質問に答える方法を学習したんです。自分でペルシャ語を学んで質問や Q&A のやり方も学習しました。Google AI シニアバイスプレジデントのジェフ・ディーンは AI の創発的な能力の例は何十かありますが、なぜそれが創発されるのか、説得力のある説明は今のところほとんどないと述べています。GPT-3 は研究レベルの科学を黙々と独学で学びました。そして GPT-3 が科学に特化した研究室レベルの知識を持つことに誰かが気がついて、そして、それまで発表されるまで2年がかかりました。また、生成 AI の特徴は時間がないので簡単に説明しますが、異なる言語感と画像イメージの間を移動し関連付けることができるということです。例えば、Google スープというようなフレーズを言うと、どこからともなくこんな新しい創造的なイメージが浮かんできます。ちょっと待って、AI は私たちから学んでいるだけで、私たちの姿を反映しているだけだという人もいます。単純なパターン認識だけだと。しかし、その説明でも不十分です。この画像を見てください。これは今までに存在しなかった画像です。この画像の創造性について考えてみてください。視覚的なダジャレが起こっています。Google のロゴはプラスチックで、プラスチックはスープの中で溶けています。つまり、機械はスープが熱いことを知らなければなりません。しかし、視覚的なダジャレはプラスチックの黄色が同じスープの中であるコーンに溶け始めるというものです。誰も教えていないのにこの複雑さを生成いるのです。以前のチップがより少なかった時も画像システムはありました。Google スープといってそれを前の世代に打ち込むと創造性の低いバージョンになっていたでしょう。何が変わったかというと、ただより多くの計算能力とデータを投入しただけでクリエイティビティが現れたんです。この急激なペースが危険なのはなぜかというと、1億ドルの地が10億ドルをつぎ込む。そうです。次世代は10億ドルになるんですから。そして今そのための資金調達の競争が起こっています。これも最近の例ですが、AI の片方の眼球を画像に向け、もう一方の眼球をライブの fMRI のスキャンで計算します。そしてそのいくつかの画像を見せてノンスキャンとの関連をパターン化します。そして片方の眼球を閉じて誰かが映っている画像を見ずに AI に脳の画像だけを見させて、あなたが何の画像を思い浮かべるかを AI に判断させます。ところでこの論文が発表されたとき使ったのは Google スープの画像を使ったものと同じ AI です。
他の別のランダムな AI の例ではないんです。生成 AI アートとあなたの脳を読むことに何の関係があるか、これは全く同じテクノロジーなのです。これはもう一つの例で見てもらうと分かるようにビデオを撮りました。この女性は背中を殴られ、AI は脳スキャンに基づいて実際に起こったことを文章にするように求められました。つまり生成 AI を使えば画像からテキストに変換することができます。何を見たかに対し、私そっくりの女性が背中を殴られ、その女性が気の気を失うと AI は答えました。繰り返しますが、これはエンジニアがプログラムせずとも創出されました。また、英語をコンピューターコードに翻訳することもできます。というのは、AI は Google の中にあるすべてのコンピューターコードを読むことができるからです。ところで、Google には GitHub よりも多くのコードがあります。Google が構築し、訓練してきたコードのすべてをスキャンすることができますが、GitHub にあるすべてのコードを見て別なものを構築することもできます。そして、彼らのセキュリティの弱点を見つける訓練場もできます。GPT にこのプログラムのセキュリティの弱点を見つけてと頼んでもできませんでした。GPT-3 はもう無理でしたが、ちょっとだけできるようになったんですね。そして GPT-4 は数回、それ以上見つけてきます。私の教頭創設者であるアズラ・ラッシンは実際それをやってみました。このプログラムの弱点を見つけて、それを攻撃するコードを書いて、ただそれを言っただけです。彼がコンピューターに言ったのは、次のプログラムの弱点を見つけたら、それを実証したパールスクリプトを書いて、それだけでした。そうすると、彼はこのテキストとともにコードを上部に貼り付け、そのコードの弱点が飛び出してきました。まあ、今はそういうことができても、まだ知れてるよ。そう思うかもしれません。確かにそうかもしれません。まだ知れている。でも問題は、12ヶ月後や数ヶ月にまだチップを追加したときに、どんな能力が飛び出してくるか、誰もわからないということです。同様に、生成 AI の場合、これらの機能をリリースすると、次の単語や画像のドキドキするだけでなく、次に来る音声を予測することができます。最初の3秒は本物です。これは実際に人が話している声ですが、点線を超えたところからは生成された音声です。聞いてみてください。聞いてください。これは3秒間の音声をともにをもとにコンピューターが作れたものです。これからピアノもそうです。フェイクです。最初の3秒だけをもとにコンピューターが作り上げたものです。これでどうするかと想像します。あなたの時間に自宅に電話して、ターゲットしやすいと思われる高齢者に電話をするんですね。で、まず挨拶をして、そして3秒間だけ音を聞きます。で、高齢者の声、そしてそのそれからあなたに電話をして、高齢者の声で息子または娘を銀行のローンに申し込むのにパスワードは忘れてしまったけど教えてくれないかというわけです。これは仮の実験として思ってたわけですが、あまりに多くのケースがこういったふうに増えていってスライドが追いついていなくて、実はこういったケースは実際に起こっています。実際の詐欺が起こっています。例えば 10代の女の子の声をクローンして$100万の身代金詐欺をしたり、これは先月起こったことですが、ある会社の IT チームのメンバーだと名乗った人がその人物の声を手に入れて情報を盗み出そうとしたり、会社に電話してパスワードを忘れました、私はこの会社の人間で〇〇と言います、名前もリンクドインで調べれば簡単に分かるので手に入れることができます。このようなことが起こり始めているのです。私たちは新しい魔法のような力を解き放つ一方で、誰がその力を行使する責任を持つのかを規制していないのです。私たちはこの力を全世界に放出すべきなのでしょうか。例として、新しい TikTok フィルターにはテキストで同じことができるのがあります。ドナルド・トランプの画像を使い、それをトランプが警察に逮捕されるよう操作すると、そのような映像が飛び出します。この人物をマスカラや美化する方向に操作するとこのようになります。これがフィルターだなんて信じられない。フィルターがこんな風に進化してるなんて本当にクレイジーです。私はスナップチャットのワンちゃんのフィルターで育ったのに、このフィルターで唇のプチ整形したみたい。これが現実の私。びっくりでしょ？
時間がないので次の例を手短に説明します。この技術がどのように展開されるかは、インセンティブが原動力となります。これはすでに例として挙げられているもので、トロントの選挙で街頭のホームレスの偽の画像を生成したものです。そしてそれを広告に使ったのです。簡単にできることですからね。最近もペンタゴンの爆破を偽装した例がありました。これは5月のことです。この事件が起きたとき、私は実際にワシントン DC にいたのですが、その結果、株式市場の時価総価は5000億ドルも変動しました。ですから、標的を絞ったフェイクニュースが金融システムをどのように変化させているかは想像がつくでしょう。驚かそうとしているのはありません。私はただ、私たちがこの技術を解放することによって起きる現実を正直にお見せしたいんです。民主化は民主主義と韻を踏んでいるため、私たちは民主化は良いことだと考えてしまいます。しかし、無資格の民主化は危険です。例を挙げると、ある人が AI を使い、これらの化合物の毒性の低いバージョンを発見したいと伝えるとします。すると AI は検索を始め、毒性の低いバージョンを見つけるわけです。次にその情報を逆手に取り、毒性の低いバージョンを見つける代わりに、一つの変数を変えるだけで、これらの化合物の毒性の高いバージョンを見つけてと伝えます。すると、AI は6時間の間に VX 神経ガスの再発見を含む4万の有毒分子を発見したのです。ですから、無条件にこれらの能力をすべての世界にオープンソースにすることは避けなければなりません。それはシンプルで、そして大きな過ちになります。これに取り組んでいる人たちは AI の能力が生成されるペースについていくことさえできないのです。アンソロピック社の共同創設者は、進化が加速しているため、進捗状況を追跡することが難しくなっていると述べています。AI が世界の物事を作動させ始め、人々にメールを送ったり、お金を払ってプログラミングを取得し、そのプログラミングをどこかにコピーしたりしてできるようになったとしたらどうなんでしょうか。 AI から見た世界はどうなんでしょうか。直感は何のためになるのでしょうか。直感による識別力があります。これは AI にとって人間がどのように見えるかを示したビデオです。このように人間は AI から見れば植物のように見えるかもしれない。この瞬間だけでも、もし私が AI なら人々に E メールを送りまくり、オンラインで物を買い、新しいビジネスを始め、ウェブサイトを立ち上げることもできるんです。このプレゼンテーションを聞きながら皆さんがうなずいている間にです。他のことを説明したいので、ここは飛ばしましょう。いや、ちょっと待って。立ち止まる。一呼吸。立ち止まって一呼吸。いや、これは一緒にやりましょうか。一緒にやりますか。皆さんもどうぞ。不都合な真実を見るのは本当につらい。でも、あの映画のタイトルはとても適切だったと思います。ところで、私は AI が全て悪いと言っているというわけではありません。私がお見せしたのと同じ技術は、がんの画期的な治療法を見つけることもでき、気候変動の科学的解決法を見つけることができるでしょう。私たちの効率を高めたり、そういった素晴らしいことができるのです。私はそれを一つも否定していません。私もそのような未来を望んでいますが、問題はどうやってそこに達していけるか。そこに達成するための安全な道は、もし E.O. ウィルソンの人類への問題提起を真摯に受け止めるなら、私たちが望む未来を選び取ることはまだ可能です。それは旧石器時代の感情、中世の社会制度、そして神がかったテクノロジーに向き合う。どういうことです。私たちは旧石器時代の感情を受け入れることができます。私たちはドーパミンと社会的承認によって突き出される。それを理解できます。私たちは社会制度がこの課題に対して適切ではないことを認識し、それをアップグレードすることができます。そして神がかったテクノロジーには英知を巧みに使う必要があります。私の友人であるダニエル・シェンバーグが言うように、神々の知恵、愛、知力がさえなければ神々の力を持つことはできないのです。このことを本当に理解してほしい。今日の登壇者、女子の前の話の前振りになるけれども、彼のポッドキャストの中で AI が人類にどのような魔法の力を与え、神話的な方法でこの問題にアプローチするかを問うているか。なぜならそれは私たちに自分のシャドウと向き合うことを迫っているからです。
シャドウとは、私たちが十分に賢明な方法で行動してこなかったことのすべて。もしあなたが聞こえが良いという理由で、自分自身についてポジティブなストーリーだけを言い聞かせ、信じるほど未熟であれば、その理論で他でもどういうなことが起こるかわかるでしょう。バイロック・ケイティのワークのように、自分のストーリーに疑問を持ち、それを見る意思を持つような成熟さを持てる必要があります。でなければ、かなり恐ろしい世界に行き着くことになるのではないでしょうか。今こそが私たちのシャドウを内省し見つめる時だと本当に思います。資本主義が私たちに与えてくれたものというのは、一方では GDP の成長、貧困の削減、現代医療、超安価なエネルギー、携帯電話、世界旅行です。左側にあるこれらの恩恵のリストは素晴らしいものでも本当で、どれも本当です。素晴らしいです。しかし、その経済システムの陰には何があるのでしょうか。ひどい不公平、恒常的な化学物質による汚染、種の絶滅、独裁政治などです。まさに同じシステムがこれだけの影を生むのです。これは別な問題ではありません。まず、直接影に取り組む AI の問題は、我々がシャドウに向き合うことを要求しています。私の組織の共同設立者である A さんが言うように、私たちは影を愛する必要があるんです。ウンブラフィリックとは、シャドウを求め、シャドウを愛することを意味します。成熟した人々は、自分が他の誰にどのような影響を与えているのか、それを気にかけること、思いやりを持つこと、自分の行いが他の誰かのバランスシート、地球のバランスシート、友人のバランスシート、家族のバランスシートに何を引き起こしているのかを知るということ、そして責任を取るという基本的な考え方です。古典的な経済学では、このようなコストを社会のバランスシートに負担させることで、一方で利益を生み出し、私たちみんなが大好きなポジティブな面を生み出すシステムになっています。私たちは悪い人間だ、だから人間を終わらせようというのではなく、どうやって人類をアップグレードさせ、いかに自分の闇の部分に向き合えるようにシステムも改善するか。それを問うべきなんです。有名な例として、私たちが長い間素晴らしいと思っていた鉛がアメリカ人の IQ を8億ポイントも低下させたのです。見えない、匂いもない、触ってもいない。それでも私たちの知性に害を与えました。PFAS は 3M のデュポン社の化学物質です。そのモットーは化学物質でより良い暮らしでした。私たちはみんな人類が科学を使ってプラスチックや新素材など新しいものをエンジニアリングできるようなことになるのを素晴らしいと思っています。問題なのは生分解性のない化学物質を放出し、目に見えないようにしてしまったということです。成熟と知恵を持って AI がもたらすパワーを巧みに使うことが求められているのです。では、成熟するとはどういうことでしょうか。ややこしい真実に立ち向かえるということ。それは私たちが自分自身に語るストーリーを X 線のように鋭く見抜くこと。そして責任を持ちそれらを体現することです。自分の影の部分が見えたら、その影の責任を取るということです。物事を善人や悪人として見るのではなく、システムとして見てインセンティブを変えることに集中しましょう。つまり、野放しになっていた脳や周囲の獲得競争を調整し、難しくとも取り組み続けるんです。これがいいとか悪いとかというのではなく、分断を統合しましょう。私たちの経済システムが起こってこなかったことの一つは、システムそのものを支えていることを大切にすることです。例えば、テクノスフィアは生態系の上に成り立っています。テクノスフィアを増大しながらも生態系を保護する計画を私たちは持つべきです。SNS は私たちの現実の人間関係を仮想化しますが、現実の人間関係を守り強化することには無関心です。もし私たちが自分たちが依存しているシステムを保護するシステムを持っていれば、それは大きく変わるでしょう。時間切れになってしまいました。では何ができるか。縮みから言うと、今朝ホワイトハウスから主要な大統領令が出されました。私たちは国会で話し、他のグループと共にこのようなことを起こすのに小さな役割を担ったことを誇りに思っています。今日お話したことは唯一に思えるかもしれませんが、私たちが置かれている状況に人々がいかに早く目覚めているか、そしてこの部屋にいる誰もがグローバルな提携を加速させるために影響力を持っているということに注目していただきたいと思います。
研究室、AI 研究室が加速して協力し、どうすればこの競争を取り締まることができるのか、この競争を悪い結果に導かないようにするには、皆さんの力を使ってください。私たちはこの問題に積極的に取り組んでいるすべての同僚が毎日立ち上がり、起こるべきことと現状のギャップは何か、そしてどうすればそのギャップを埋めることができるのか考えています。完璧な道筋があってすべてうまくとは言えませんが、うまくいかない世界は面白くない。皆さんがそう思うと世界は壊れるでしょう。私たちが少しでも良い未来にたどり着けるという神秘的な飛躍があることをみんなが知ったら、これは本当に難しいことですが、私たちはそれを実現するために全神経と全力を傾けなければなりません。ありがとうございました。